ちょっとこの辺かな、もうちょい左。おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。天気良すぎる。気持ちよすぎる。今いい時期ですね。最高。うんもうお庭でさ、食べたり飲んだりしたいもん。ね、なんか作業とかしても汗もかかないし、うん寒くもないし、すぐ眠くなるし。あんまこういう時期長くないんですけど、まあちょっとね、できる時にやっておこうということで、はい。今日はですね、タオス絶賛 DIY の途中なんですけども、うんあとちょっとでとりあえず終わりっていうところまで来てるんですけど、頑張りましたね。頑張りました。ちょっとね、後で中見ていただきたいなと思うんですが、はい。その前に今回ちょっと想定外のことが起きてまして、それをちょっとねご説明していきたいなと思っております。はい。結構深刻なことなんですよね。困ったね。困った。どうにかなるのかわかんないんですけど、ちょっと現状だとどうにもなってないということで、ご説明していきたいと思います。はい。はい、お願いします。お願いします。こちらなんですが、ちょっとね今下にこう展開しちゃってて見づらいんだけど、うん。これガス。ガスですね。はい。LP ガスっていうんかな。ここにね、もともと5リットルだと思うんですけど、うん。ガス管が設置されてて、これまだね中入ってるんですよ。うん。でこれをつなぐことで中でコンロが使えたりとか、はい。あとこの間ね、これどうやってやるんだろうって言ってた FF ヒータうん。ーも使えたんですよ。ね。なんとスイッチの場所が分かって、すごい良かった。すごい良かった、うんそれもちょっとご説明したいなと思うんですけど、はい。だから暖房使えるじゃんってなって、うん。最強じゃんみたいな言ってたんだけど、うん。事件が起きました。はい。コメントでもねちょこちょこいただいてたんですよ。うん。キャンピングカーのガス管問題って結構大変だよみたいな。うん。でとりあえず、ガス屋さんに連絡してみたらいいんじゃないっていうコメントとかもいただいてたんで、うん。うちの家がそもそもプロパンガスなんですよね。うん。都市ガスじゃなくて、だからこれのでかいやつがうん。家にもついてるんですけど、はい。まずそこ契約してるガス屋さんに電話して、キャンピングカー用のガスって買えますか、充填できますかって、これに要は入れ替えてもらう、うん。ガスを充填してもらうっていうのをできますかねって言ったら、担当が行きますって言ってくれて、うん。担当さんが来てくれたんですね。うん。見てもらった結果、うん。まずこのガス管、有効期限みたいなのが、うん。使用期限みたいなのがもう切れてます。はい。なのでそもそもこの管にはもう充填できないと。なるほど。だからこのガス管自体を買い替えてうん。新しくしないとねっていうのが1個と、あとそれに伴ってこれがなんか圧力調整器うん。っていうやつみたいなんですけど、それも交換した方がいいよみたいな、うん。いつとか書いてないんですけど、古いだろうなみたいなうん。感じで言ってたんですよ。でまずそれが1個ね。はい。プラス30分ルールの資格って持ってますかって言われて、うん。何ですかそれって言ったら、こんなのもらったんですけど、キャンピングカー等の30分ルールの見直し、要はキャンピングカーってどこに行くか分かんないじゃないですか。いろんな場所に旅に行くわけじゃん。はい。で、なんか事故が起きた時、ガスのね、事故が起きた時に、そのガス会社は30分以内に現場に到着して作業しなきゃいけないっていううん。法律があるらしいんですね。うん。なんですけど、キャンピングカーっていろんなとこ行くから、うんそういうの無理だよねっていう話もあって、うん。一般人が例えば僕がうん。講習を受ければ、うん。この30分ルールを自分で対応しますっていう資格がもらえるんですよ。うん。だからこの資格を取らないと、うん。そもそもガスを使っちゃいけないとうん。いうことなんですね。取り扱っちゃいけないとうん。いうことなんですよ。キャンプのガスはいいの？あれは市販されてるものなんで OD 缶とかってことでしょ。そあれは全然何の資格もいらないんですけど、これでっかいガスはう。うん。必要らしいんですね。でそれを取るのにどこでやってるよとか、ネットで講習も受けれるみたいなんだけど、うん。それがね12月までないんですよね、講習が。なるほど。だから、最短で取れて12月っていうことなんで、なるほど。それまではどっちみちガスが買えないんじゃないかっていう
ことにたどり着きました。はい。はい、まず業者も見つかってないし、僕らが使ってるガス屋さんはじゃあこの資格取ったら、ガス充填してくれるんですかって聞いたら、ちょっと難しいかもみたいな。ただとりあえずこの資格を取ってもう一回ちょっと確認してみますみたいな感じだったんですよね。だからまずはこれがないことには話が進まないんで充填できませんっていうことだったんですよ。はい。そんな感じです。はーい。でとりあえずこれを取ろうかと思ってます。はい。だから12月以降になるんで、この冬はFF ヒーターとか使えないかなっていう可能性も高いと。はい。なんか一応そういう感じなんで、もし詳しい方いたら教えていただきたいなと思うんですよね。みんな持ってんのかなって。これキャンピングカーガス使ってる人ってみんなこれ持ってるんかなって思うんだけど、どうなんだろうね。ちょっと分かんなくてその辺が。でキャンピングカーをディーラーさんとかで買った人は結構ディーラーでやってくれるっていう人も多くて、でもうちはこれヤフオクで買ってるんでディーラーとかないから、どっかガス屋さんを探さなきゃいけないんですよね、どっちみちね。っていうので今ガスが使えないっていうことになってます。はい、そんな感じです。はい、なので結局中では、はい、自分たちのガスコンロと、自分たちで持ち込んだ、ストーブ、風暖とかかな、使えるのはね。そうね。とかで今はやっております。なので、ちょっと不便かなっていう。もともとキャンプでね使ってたんで持ってるんですけどね。そうですね。せっかくついてるのに使えないっていうだけ。そんなことがありました。はい。はい。これはねちょっとまた引き続き進展があったらご報告しようと思います。はい。質量販売緊急時対応講習。でもなんか勉強になりそうですね、そういうのやっとくと。そうガス使うしやっぱり。1日45時間1日で取れるみたいなんですけどね。素晴らしいですね。はい。でネットでもね、ズームかな。はい。でも講習できるっていう。すごい。ことなんで。このご時世。ね、すごいよね。はい。じゃああとは中ですね。はーい。失礼します。あ、どうも。よろしいですか。よろしいです。失礼します。よ。中こんな感じになりました。ドン。すごい。めちゃくちゃ変わりました。めちゃくちゃ可愛い。全然違います。全然違いますね。やばいね。やばい。イメージ通りの。まだね途中ですけど。はい。とりあえずここまで仕上がりました。すごい。いやー、いいんじゃないですか。頑張りましたね。頑張った。DIY した場所なんですけど、まず絨毯ですかね。そうです。この床を張り替えました。よくこう四角で売ってる継ぎはぎタイプの絨毯、がもともと貼ってあったんですよね。そう。本当の床はこういう床なんですよね。よくあるキッチンみたいな床が全部なんだけど、前のオーナーさんかな、が貼ってあったやつが絨毯があったんですけどね、それ結構汚れがあったから、全部剥がして付け替えました。はい、貼り替えました。このちょっとしましまのストライプのカーペットになりましたね。可愛いね。結構今回カインズでさ、買ったよね。そう。この辺とか。そうだね。この絨毯はカインズで買いました。で次がこれだよね。これよ。これ。これよ、これこれ。このキッチンシンクのところの壁紙を貼りました。これね。ちょっとコンクリート調の壁紙を貼ってます。可愛くないね。このやっぱりちょっとアンティークっぽいゴールドの錆びれた感じの金具の部分と、このベージュ地っぽいタイプのコンクリート打ちっぱなし壁みたいなのが合うねって言って、そう木と、これもカインズで買った壁紙を貼ったって感じよね。太郎ちゃんがこの辺の部品を全部外して、で貼りやすくして貼っていったって感じで、この辺はバーって貼ってから
カッターでこうそうそうくり抜いたって感じだよね。そうです。素人ながら綺麗にできたんじゃないかなと。綺麗。もうね、すっごい見たら、うん、ちょっと隙間角出てるよみたいなのあるけど、うん、そんな気にならないレベル。そうっすね。うん、で下にモールライトをつけて光るようにしました。そこにね USB があるんで、それをここから配線がそう伝ってて、ちょうどこれで隠れるねって言って、挿せばこう下のライトがこうつくと、ちょっと今明るいんであんま分かんないですけど、ここにねライトがつきました。これですね。そう、夜ねすごい綺麗なんだけど、すっごい綺麗。なんか寝るときここだけついてるとちょっとホテルっぽいっていうか、間接照明好きの太郎のそうそう、このアイディアはいつも限りなく雰囲気をレベルアップさせてくれます。はい、はい。あとねここもやりました。あ、剥がれちゃってるやんこれ。ほらこんな感じなんですよ。剥がれちゃう。ここ弱くなっちゃったね。ちょっと補強します。後で貼って剥がせるっていうところにこうちょっと惹かれたんだよね。そうそう、だからあんまね粘着がちょっと弱いんで、ここはでも剥がれちゃうから糊足さないとだね。あとねここ今ハルピンがいる場所、ここねベッドなんですけど、ベッドスペースだったんだよね。そうのクッションを取り外して、フローリング化しました。そう、これも、このちょうど見えるんだけどマスっていうか、貼ってるんだよね。貼ってる。クッションフロアを貼ってます。でも板1個ずつのクッションフロアっていうのかな。そう、ここからここまでとかのを長方形のいっぱいこうやって貼ってるっていう感じ。下はねただのコンパネ。はい。コンパネを敷いて、そのコンパネにフロアを貼った感じだよね。そう。でこれはね楽天で買いました、このフロアは。ね、カインズでも売ってんだけどさ、これ結構いいお値段するんだよね。可愛いんだけど。ここで買ったらカインズで売ってたやつの半分ぐらいの値段で。すごい。もっといかないかもしれない。全然余ってるじゃん。確かに余ってる。なんか家のさ、洗面所とかトイレとか入れたくなっちゃったもんね。すごい安いよ。これ3畳分で7000いくらだったから。あ、だから6畳の6畳の部屋全部やっても1万5000円とかでしょ。すごい。これね肌触りもよくって、いやすごいよね。今時のこの春壁紙シリーズっていうの、床っていうの、本当っぽいこの触り心地の木の目のこのザラザラの感じ、リアル感ね。そして最後はハルピン力作のこの椅子。これですよ。椅子のカバーを貼りました。はい。裏側はねこういう感じで、これが前の生地だよね。そう。あ、でも柄がない方か、これは。そうなの。変な柄があったんですよね。なんか何とも言えないオルテガでもないな、なんていうかよくある柄、こういう車のクッションにある、それがどうしても気になってしまって、ダサいと。そう、床の次一番気になってたかもしれない、それが、それを大幅に変えることで結構もうガラって変わるんじゃないっていう感じなぐらいね。そうで、これは太郎ちゃんが見つけてくれた合皮の PU の合皮の合皮の生地なんだけど、これがめちゃくちゃよくって、ヴィンテージっぽくしたかったから、ちょっと使い込んだ、やれてる感じに見せたいっていうんで探してくれたこの絶妙なこの傷風というか、このオールド感ね。そう、これも楽天でね買いましたよ。これは結構高かったんじゃない？あ、でもこれも3メートル買ったんですけど、7000円ぐらいですよね。へえ、今いろいろあるんだね。すごい質感が、まあネットなんで買ってみないと分かんなかったんだけど、レビューが良かったから。全然ペラペラじゃないのと、こう貼っていく時に結構サイズがぴっちりだったんだけど、本当の皮のようにっていうか伸びて、ギュッて伸びて、タッカーで打てたから、すごい楽だったんだよね。で結構ねこう柔らかいんだよね、この質感が柔らかい、全然安っぽくない、気持ちいいです。これ気持ちいい。このすごいいい買い物しました。でハルピンが頑張ってタッカーで貼ってくれて
全部ね椅子が生まれ変わりました。ちょっとねこういう巻き込み方にうん差異がございますが、あとちょっと空気感がピシッてやったものの、いやまあいいんじゃないですか。踏んでるとはいどんどんこうずれてくるっていうかね、あるけど、はい、いいんじゃないかな。はい、はい、今ねテーブル、これチェンジしまして、そう本当はあれ、ここにね使ってたテーブルがあるんですけど、うんまあ使うんだけど、これも結局収納する時ここの台になるんで、そうここをベッドにするためにどうしてもここにはめなきゃいけない、でもこのテーブルもなんか真っ白でダサかったんで、そうこれちょうどそれみたいな感じです。そうそう、これと同じで、ここもね最後これとあのテーブルも上にテーブルシートを貼ろうかと思ってます。これがまた可愛いんだよね。ちょっとこういうウォールナット系のうん色のやつを買ったんで、それを貼ろうと思うんだけど、ただこれ貼っても結構これでかくて机が、そう今ハルピンがいるとこ座ると出入りがすごいきついんだよね。なんかねもうねこんぐらいになるよ。ここの隙間がなくなっちゃってそう出入りが厳しいんで、うん今ね家で使ってたこのベルテーブル、そ山広さんのう、うん、ベルテーブルがぴったりじゃないかって言って素晴らしい。しかもこの色味の合う感じ、なんてベストなんだってなってそう使ってます。そう、もう西海岸風プラスちょっと大人っぽくしたいからっていうんで、割と濃い色とか落ち着いた色味の木の色をチョイスしてくれたから、太郎ちゃんが、だからウォールナットとかこういう色がいいねって言ってて、合うじゃんやっぱりみたいなね。これがね、さらにさガスもさ使えないからさ、ここでガス入れれるからさめっちゃじゃあよかったじゃんみたいなここねフラットバーナーが入るんで、ここで料理もできるしまあここにとりあえずあれ持ってこようと思ってます。金蛇。あ、金蛇ね、確かに合う。ここに金蛇をつけようと思います。よかったね、キャンプ道具いっぱいあってこんな感じでございます、で最後ここはねベッドなんだけど、そうさっき言ってたさ、反対側に置いてたクッションが、余るから、そうこっちに来てて、2枚積み重なってます。そうこっちで使ってたベッドマットをここに重ねてダブルにしてます、なんかねクッション性いいんだけど、1枚だった時やっぱちょっと腰痛いってなって、2枚にしてみたらかなりいい感じ。はい、俺まだ寝てないわ。あ、そうなの。かなりいい感じでしたよ。あ、家じゃん。家だよね。あ、でも結構沈むね。まあ沈むけど、なんか下に硬さを感じなくない？確かに。どうよ、枕を使っていただいて。めっちゃいいと思う。ラグはね、もともと結構キャンプでも一番最初のキャンプから多分使ってたラグをずっと使っておりますが、今ヴィンテージっぽいデニムのマルチカバーとかを探しているとこです、でこの配置的には太郎さん的にさ、考えたんだよね。どっちにどういう風に何を置いてっていうスタイルをね。そう、こっちはフローリングにしたんで、まあ基本的には僕ら2人しかいないから、ここは2個メリのスペース、まあ寝るときは一緒に寝るんだけど、昼間こっちに2個メリのベッドを置いて、ここにいてもらうと、ご飯とかあげるのに、やっぱここにねベッドマットがもともとあったのからさ、ふかふかしちゃって物を置きづらいじゃん、それでこっちはフローリングにしたっていう感じ。そうなんだよね。だからもうこっちが荷物のスペースと2個メリのスペース、あとそっちにね台とかをプラスしたら、なんかテレビとか、プロジェクターとかいいですね、使えたらいいなと思ってますけど。置いてみる？この中も収納できるし、ここにこれ手軽でいいよね。ほんとちょうどいい。このプロジェクター幕のいいところはここ自立するんだよね。ね、ありがたい。わ、最高じゃん。こういう感じで。すごい。プロジェクターを置いたらテレビが見れるよっていう、まあ映画とか
見れるよっていうやつです。まあ1泊2日とかだったらあれだけど、旅の中で何回か旅のお供にこういう娯楽があってもいいかなっていう感じですよね。やっぱこっちをフローリングにすることによって荷物置きやすいし、お掃除もしやすいし、ニコメリがもし粗相しちゃってもね、でドッグクッション結構大きいんで、足元的にもニコメリにも悪くないし、良かったと思います。このカーテン、このハルピン曰くキクラゲカーテンです。はい、キクラゲ、このレトロな感じも好きなんですけど、ちょっとこうインテリアを西海岸風にしちゃったんで、ちょっと合わないかなと思ってるんですよ。そう、ちょっと前までは防法チックな部分も入ってたから、お花柄とかがあっても可愛い感じだったんだけど、かっこいい感じにしたので、そうなんだよね。でコメントでもねいただいてましたけど、これがカビに見えますと。そうちょっとショックだったんだけど確かにみたいな、言われたらもうカビに見えるっていう柄なんですけどね。名残惜しいんですけど、全部外します。はい、全部外して、こことかの、もうこのキクラゲはなしにして、カーテンも結構しょぼいのね今のやつが、これを薄いのねすごく、これをちょっと買い替えて新しくカーテンを付け替えようかなって思ってます、今後。はい、それぐらいかな。あとやることありましたっけ？私がちょこまかですけど、なんか時間ある時にここをしょっちゅう流しにはしないから、まあここ塞いで板みたいな、塞いでっていうか乗せて野菜切ったりできるような調理台にしたいなっていうのと、ここがなんかすごい黄ばみとかいろいろついちゃってるんで、ちょっとアンティーク調のペンキ、ゴールドみたいな塗りたいを塗りたい。小学校の吹奏楽が聞こえてますが、これさ、うちらが引っ越してきた時から、そう「世界の終わり」の曲をですねそう3年間ずっと同じ曲をやってるっていうね。なんかもしかしたらそういう伝統なのかな。ああ、そうなのかも。1年生は毎回やる更新の曲とかなんかもね。かもね。このビニールのさ黄色いのはしょうがないのかね。この黄ばみ、そう、何で落とせばいいんだ。落ちないんじゃないかな。これ落とす方法あんのかな。日焼け黄色いんだよねちょっとね。でも1枚にしたらそんなに目立たないんだけど。そう、1枚にしたらわかんない。でもあえてなんかな、日光があんまりこう入んないよってこと。ウレタン窓っていうんだっけ、こういうの。そうだ、テントとかもさ今ついてるのあるけどさ、皆さん拭いたりしてるのかしら。あとここのシームですね。そうだね、シームテープをやろうかなって思います。いっぱいコメントで教えてくださった皆様ありがとうございます。まあ、シームテープ売ってるのをアイロンでつければいいよって言ってたりとか、あとトラックの荷台用の防水テープがあるんだけど、それもいいよとかいろいろ教えてもらったんで、ちょっとやってみようかなと思います。はい。ただトラックのテープはなんか本当にガムテープみたいなやつだったから、こう貼るとちょっと見栄えが大丈夫かなっていうのがあるんで、まあ、シームテープでちょっとこうアイロン当ててつけてみようかなと思います。でこうボロボロ落ちるところなんですけど、これ落としてからやった方がいいよとは書いてあったね、やっぱり。雲だ。あれ本当だ。気長にやるしかないね。そうね。この間の大豪雨でも、まあ、雨は漏れなかったから、徐々にやっていけたらいいかなと思います。今回はガスの問題と、あとね DIY の進捗状況を、動画にしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今言ってたカーテンとか、もうちょっとね DIY やってちょっと寒くなってくる時期にキャンプ行けたらいいなと思ってますので、タオスもね使っていきたいんですけど、なかなか入れるキャンプ場も少ないんで、キャンプでの登場はそんなに多くはないかもしれないんですけど、でもさやっぱり冬とかね、ふもとっぱらとか広いところ行きたいし、夏よりは冬の方がね登場できる機会は多いかなと思ってますので、ぜひぜひキャンプもやっていきますのでチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではまた
楽しそう。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。斉藤でした。ありがとうございましありがとうたご。ざいました。1ヶ月ぐらいさ泊まれるキャンプ場すごい探したんだけどさ、結構ないでしょ。ないし結構高くて高いよね。